くの海からこんにちは。東雲はつりです。皆さんは土地持ってますか？最近は住むところもマンション、戸建て、いろいろ選択肢がありますよね。でももしですよ、地球にやってきた宇宙人と知り合ったとしますよ。地球人なのに地球の土地持ってないと舐められちゃうと思いませんか？そういうのもあって、はつりは戸建て派だし、普段物件をいろいろ見ています。あとははつりの夢はいつでも DIY ができる自分の工場を持つことなんですけど、その夢の実現のためにね、DIY 大家さんをやっています。大家をやっているって言っても独立していないので、まだはつりの住んでる家しか持ってないんですけどね。でも普通不動産投資って回収に10年ぐらいかかるんですよ。はつりのような持たざるものが1軒ずつ投資してったら10年に1軒だと気が遠くなるような作業ですよね。それに日本は少子高齢化でどんどん人が減ってるので、これって結構リスク高くないですか？元を取る頃にはメンテナンス代もかかりますよね。なのではつりはリフォームを DIY でやったり、ただに近いような安い物件を探していて、なるべく原価を下げてね、内装をおしゃれにして選んでもらえる部屋を作ったりしています。今回は大家活動の一環で裁判所が行っている物件の競売を DIY したいと思います。裁判所のやっている物件の競売は競売 .jp などの競売不動産検索サイトを見てみると eBay とかヤフオクみたいな UI で見やすいです。もし物件が見つかったら、この入札ボタンを押して、eBay みたいにクレジットカードを入力してポチるみたいなことはできないんですね。このボタンを押すと、不動産競売サポート会社からメールが来て、2万円程度で現地調査と入札代行をしてもらえます。ウェブから買えないの？この UI でびっくりしますよね。成功報酬もあって、成功報酬は15万円スタートで、落札金額の 3% くらいかかるみたいです。いろいろ探していると、安い家が出てきます。これは裁判所が査定した最低金額なので、相場よりは全然安いんですけど、特に安いやつがありました。200万円。安い物件にはいろいろ理由があって、残留物があったり、今回は、不審死です。いわゆる事故物件ですね。競売物件には3点セットっていう評価額とか家の中の調査書があります。事故物件の場合は人が亡くなっている現場のことが書かれているので、さながら実況見分調書のような迫力があります。リアルな人の死について書かれた公文書を読む機会ってないので、これ貴重な機会ですよね。読んでみると、床に人型のシミがありますとか、ここのシミはワンちゃんの亡骸ですとか、そういうことが書いてあります。写真もね、何枚かあるんですよ。明らかに家族で住むような立派なお家で、現地も見に行きましたけど、エアコンも霧ヶ峰ですよ。裕福なご家族が住んでたんでしょうね。でも室内の写真を見ると、男性の趣味の家具しか置かれてなくって、お酒の缶が台所に積まれていたりとか、すごい全部わかっちゃうんですよね。なんかの理由で家族が出て行っちゃって、男性が一人でお酒を飲む暮らしをして、布団じゃなくって床で倒れちゃって、それでやっぱりお家は相続を放棄されて、競売に出てきちゃったんでしょうね。もうそんな他人のこととは思えないですよね。はつりも全然そうなる可能性ってあるわけじゃないですか。一人で死にたくないからパートナーを選ぶ方もいらっしゃいますけど、結婚しても先立たれてしまったら結局一人暮らしになってしまうわけですよね。なんかそう考えると事故物件になってない家ってたまたま事故物件になってないだけなんじゃないかなって、はつりがこの家をきれいにして再利用してあげたいなって気持ちになりましたよね。勝手に想像して感情移入して感傷的になってしまいましたけど、買うには入札をしないと始まりませんね。初めての競売なので、代行業者にアドバイスをもらって入札しようと思ったんですけど、
入札終了の2週間前までしか頼めないことが分かりました。こうなるとね、自分で裁判所に行って入札をしないといけません。わざわざ行かなくてもね、必要書類は郵送してもらえるんですけど、初めてのことなので、物件の管轄の裁判所の競売係に行きました。書類の書く内容は全国で同じなんですけど、紙とか振込用紙が裁判所でしか手に入りません。それで専用の振込用紙なので、普通の銀行の振り替えではダメなんですよ。事前に勉強はしていったんですが、競売係に行くと書類がちゃんと書けているかチェックしてくれます。これが入札書。入札する金額を書いた紙ですね。陳述書。主にヤクザじゃないことを制約する文章です。入札保証金振込証明書。競売の入札はタダで何回もすることはできません。手当たり次第入札したりできないように、入札保証金を支払って、振込用紙にサインしてもらったものを入札保証金振込証明書に貼り付けます。入札保証金は物件ごとに決まっていて、3点セットに書かれています。相場は最低金額の 20% からなので、今回は40万円程度でした。書類が出せたら、改札期日に誰が最高額を出したかがわかります。初利は311万円で入札をしました。今回のお家がある地域は、新築が1900万円くらいから2400万円くらいで買える地域です。初利は転売するつもりはないんですけど、1年で転売するとしたら1400万円くらいで売る自信があります。なので311万円では普通は買えないんですけど、事故物件情報サイトの大島テルにも載ってるし、不審死っていうのがあるのでね、これでどこまで価値が下がるんでしょうか。311万円で買えたらめちゃくちゃラッキーですね。さあ、いよいよ改札期日です。もし入札で買ってたら、裁判所が売却を本当にしていい人間かどうかを、売却決定期日っていうのがさらにあって、そこで判定します。そっから1ヶ月後が代金納付期限なので、その期間にね、初利のようにお金のない猫人間は、銀行で融資をしてもらって、裁判所にお金を払います。裁判所では、朝の10時から改札結果を見ることができるんですけど、わざわざね、地方の裁判所に行かなくっても、ビットという公式の情報サイトにも15時くらいに掲載されます。さあ、どうなるんでしょうか。今回の最高額は、900万円。ダメでしたね。初利は1400万円の価値だと思っていました。900万円だと、そこから特殊清掃費が100万円かかるとして、床の張り替えが100万円くらいかかるとすると、300万円くらい儲かると思うんですけど、そのくらいの儲けでもね、もしかしたら事故物件だったら売れないかもしれないわけですけど、そのリスクを取ってでも事故物件を買う人は全然いるんだなっていうことが分かりました。いやー、初めての競売でしたけど、勉強になりましたね。ボロ負けでしたね。やっぱ初利には DIY で頑張って綺麗にしないと、直さないと誰も住まないようなボロ空き家が性に合っているのかもしれません。初利は普段はタダでもらえるような物件を見ているんですけど、そういうところって木を切らないと家に入れなかったり、屋根なかったり、柱が腐ってたり、ゴミだらけで再建築も不可だったり、下水道が通ってなかったり、そういうのをタダでもらえるとしても、登記を書き換えたりするのに結局20万円くらいかかるんですよね。それを選んでもらえるくらいまで250万円くらいかけて安全で綺麗にして、それだけ原価を抑えても元を取るのに最低3年ぐらい人入れないといけないんですよね。今回は不動産の話でしたけど、次やるなら DIY で空き家をがっつりリフォームする動画撮りたいですね。何も東京都内なのになぜか床板が全くなくって、トイレが雨漏りしてるから便器の上に、室内なのにですよ、傘がぶら下がってる、誰もガスを契約してないアパートを買おうと思って見に行った話とか、いろいろネタはあるんですけどね。あとね、
初利もね、自分の親族が床のシミになってたり、自分の親族のゴミ屋敷やったら相続を放棄すると思うんですけど、全く知らない人のゴミやったらできるので、もし視聴者さんのお知り合いで事故物件とかゴミ屋敷を処分したいとか、そういう方がいらっしゃったら、ぜひ相談していただければなと思います。それでは今回いかがだったでしょうか。面白かったよって方はチャンネル登録、高評価、Twitter でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。